今回紹介するスレは、なぜキッドとローは6校になれなかったのかに対する読者の反応です。それでは本編へどうぞ。二人も4校倒したのに、海賊団の規模。海賊団としての規模が足りない。ルフィのとこは4校最高幹部クラス4人ゾロ、サンジ、ジンベエ、もし入るならヤマトとビ6クラス3人ロビン、フランキー、多分ブルック。参加2億超え4人含む5600人だからなローキッドの一味じゃ皇帝を名乗るには規模が心もとないよな。それにドレスローザや桜王国、ウォーターセブン島は人によっては麦わらの縄張りみたいなもんだろからね。こうしてみると麦わら大船団でけえな。これは4校。それと幼稚。麦わらのルフィ率いるロー、キッドって報道されてそう。身の役ネタとしてのヤバさの魚い山オペオペも十分役ネタとしてやべえけど。怠慢で倒すのと協力して討伐するのとでは核が生まれるのではというよりもやっぱり持ってる兵力が団地なんだよな。事件性のヤバさ？ルフィはエニエスロビーとインペルダウンとマリンフォード制覇してるし、4校が一番響きいいからじゃない？ 6 校だと6校おろしみたいだし。やっぱり俺がナンバー2って戦力的に問題なのかな。対象の攻撃防いだり世界最強の斬撃止めて。数論も踏まえたら十分に強いやろ自信持て。お前の数論でなかったじゃねえか今回が不自然じゃない最初で最後のタイミングだったろ。キッドが怒ってたけどもしかして三同盟のリーダーがルフィってことにされてたりしたからなのか？麦わらが自分の上に立ったから倒そうってことじゃない。キッドは最初から4校倒すことだけ考えてただけ。カイドウ倒したのも4校だったから。他に理由はない。だから4校になったルフィを倒しに来た。おそらくルフィが4校になったからこいつを消して成り代わる的なノリじゃない？これならいかにも超武闘派なキッドらしい考えだと思う。モルガンズならやりそうではあるななんならルフィの参加ってことにされそう。一応ルフィは4校倒す前に5校扱いだったから。エニエスロビー、インペルダウン、頂上戦争乗り込んだやつと同格なわけないだろ。キッドは知らんがローはロッキーポート事件とかいうデカめの事件起こしてるっぽい。ルフィは億超えの賞金首複数抱えてる上に数千人規模の船団あるからな組織力だけで言うなら数段格が違う。皇帝と呼ばれるには部下の数も力もそれによって生まれる世界への影響力も足りない。まず4校になったの自体がモルガンズがやいの騒いでって流れだろうし一番箔がつくスキャンダラスな対象として狙い撃ちするのはそりゃルフィよ。別に4校にしたのはモルガンズだしな海軍としては3人並べてルフィ目立たないようにしたのに勝手にモルガンズが2か写真にして D もそのままにした。4校に決めたのはさすがに政府じゃないの？政府も七部会海軍に並ぶ勢力として4校って言ってたし、海賊としての規模数の不足が原因だとしても、2人がかりとはいえ、4校ビッグマムを生んで倒すのは不可能。そもそもがルフィ、ロー、キッドの3名ともに30億の懸賞金同額の説明がされていないからもやもや感が払拭できないでいる俺。強さだけで選出されるならミホーク、ウィーブルとか単独で強いのもいくらでもいるだろうからな。それにニカのことも踏まえるとルフィだけ飛び抜けた懸賞金にはしづらいでしょ。本来なら D 外してニカルフィじゃなくて通常のルフィのせようとしてたしな。強さだけで4校かどうか決まるなら多分ミホークやウィーブルも入るだろうからな仮にも海の皇帝なんだから強さもそうだけどショーとして動かせる兵力の大きさも大事だろう。極端に言うなら海軍本部と総力戦で戦闘した時最低限戦争と呼ばれるくらいの兵力を持ってないとダメだろうな。今のローキッドの海賊団の規模じゃ全員で乗り込んでも戦争と呼べるだけの戦いにはならんだろう短期兵力は強いけども、クルーの問題じゃない？ロビンちゃんがいるのは無視できなかったんじゃないかな。2人とも縄張りとかなさそうだしね。キッドは同盟会議時の小さいアジトなら持ってたけど国とか集落みたいな縄張りはあるかわからんもんな。カイドウさんに捕まってはの国にいたから帰れてないだろうけど、3人は手を組むことが多いので一番ヤバそうなのを4校認定したのかもしれない。4校になった頃の黒ひげだって22億だし懸賞金額で言えば十分4校クラスだ自信を持て。懸賞金が3人とも同額なら、6校で矛盾はしない。
覇王色の使用者が今ではわんさか存在するのと同じだろ。四皇は希少であるべきだが、4人にこだわっていることに矛盾を感じる。そもそもが覇王色に希少価値さえなくなっているのにね。6皇言いにくくない？バギーが4皇に入れたのが答え合わせだと思ってるんですがね。きっとは鉄を与えれば映画のバレットみたいに島一つ飲み込むとかもできそうだしローはオペオペが強すぎる。ただし2人とも点を割れなさそうだからしゃあない。覇気を鍛えろ、覇気を。4皇を倒したという面ではきっともローもルフィも一緒だから懸賞金が同額なのは妥当だと思うけど、飛び6皇以上を倒したのは主に麦わらの一味だし。海賊団としては麦わらの一味が頭3つくらい抜けてるでしょ。ルフィは後半とはいえタイマンでの勝負で決めたからな。ルフィたちは世界政府の旗打ち抜いたり天竜人ぶん殴ったり D がいたり脱獄させたり七部会も数名倒して手浸せ政府側からすればかなり凶悪。ローも七部会は倒したけど単純に規模が足りないのと、麦わらの一味と比べるとそこまで危険がない途中まで七部会になるためにうまく立ち回ってたから。きっと海賊団は危険な部類だし懸賞金が高いキラーがいるから規模はそこそこだけど、七部会とか倒してないし。きっともローも実力はせいぜい4皇ナンバー2あたりだろうからそりゃ4皇にはなれない。七部会2人倒して世界政府の旗ぶち抜き相手大監獄の囚人たち脱走させて2年後に力つけてまた七部会1人倒して4皇1人ぶっ飛ばした男と比べるのはひどくない？麦わら海賊団で恐ろしいのは、今ではみんな強いけど、なんたってゾロでしょ。仲間でも脅威だよあの精神力は異常。個人や一海賊団としての強さではないんだよね。最悪の世代の億超賞金首のキラーが部下にいる時点でまだギザオの方が可能性がありそうまである海賊団としての規模が小さすぎるよ。4皇になるにはきっともローも覇気が足りなさすぎる。能力に関しては十分すぎるくらい開発済みだからあとは点を割れるようになろう。船員の人数より影響力と支配権の広さじゃないか？きっともローも一つの船に勢力固まってるけどルフィは船団が勝手に散らばって勢力伸ばしてる。移行扱いされた時もビッグマムの縄張り荒らした大船団の存在も判断材料だったっぽいしね。流行り海の皇帝を名乗るならそれなりの規模の兵力を有してないと名前負けになるんだろうまあルフィは別に名乗る気ないんだけど。勝手に麦わらの名を広める海賊が約2名ほどいるからな。ローとキッドは参加もいなければ、奥越幹部たくさん揃えてたりロビンみたいな曰く付き重要人物も抱えてないし。最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんは今回のスレについてどう思いましたか？ぜひコメント欄で教えてください。これからもワンピース反応集投稿していくのでチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。